Salut YouTube, c'est Monsieur Banzai. Suite à ma première vidéo vous présentant le Seisho-en, le jardin de Masashi Hirao, je partage avec vous maintenant le rempotage qu'il a effectué durant ce festival. Vous retrouverez pas à pas toutes les étapes d'un bon rempotage avec tous les conseils du maître Masashi Hirao. Pour suivre cette démonstration, activez les sous-titres de la vidéo pour suivre en français. じゃあ今日用意しましたこのイチョウ、1週間前から水やってません。で、植え替えの時って土の部分が濡れてるとなかなか抜けづらくて土が落ちてきにくいということもありましてわざと乾かしております。ただこの木はちょっと去年夏場にちょっと水切れがあったのでちょっと状態悪いです。僕もちょっと抜いてみないとわからない状況なんですけれども、まずはじゃあ抜いていきたいと思います。でいろいろあるんですけれども、どこからやろうかな。まずこの盆栽なかなか鉢から抜けません。で1個は根っこが回ってるっていうのと、もう一つはこの鉢の底の水抜け穴からこういうふうに針金で湯がいております。こういうふうに湯がいております。なのでなかなか抜きにくい。まずこれから取っていって、たまにこれを切るとそのままドンと抜けてしまうこともあるので、手順間違えました。それで僕もちょっとビール入ってるので、通常は酒飲みながらは仕事しないので。で、盆栽屋さんはこれぐらいのサイズやったら全部自力で持ち上げて。重いな。で、ここから土と根っこを少々切ってこの鉢から抜くんですけれども、ホームセンターに売っている大根切るやつ、これを使ってまずこの鉢の縁の根っこを簡単に切っていきます。何かご質問等々ありましたら何でも聞いてください。ちょうどこの袋じゃなくてこういう形状の鉢ですので、外側にいってる部分に根っこが全部入ってます。普通に抜くと抜けないので、わざとこの鎌で根っこを少々切りながらスペースを作っていきたいと思います。ここがだいたいほぐれてくると簡単に抜けますね。あ、ここあるな。ちなみにこれ盆栽屋さんはこのぐらいのサイズのやつを1日10本ぐらい植え替えします。で、皆さんよく分かるのがこの盆栽の植え替え時期っていつなんだって言われるんですけど、もう春になってきてだんだんこのイチョウの芽も少しずつ大きくなってきてます。これが一番いいタイミングです。で、ここから新芽が出ちゃったらもう根っこ活動してるので、その後だと少々あまり根っこを切りすぎると新芽がダメになってしまうということもあります。はい、でビール置いてちょっと潰してもらって全然この鉢を少し押さえといていただけますか。はい、スポッて抜きます。これを黒いケース。はい、その丸い
黒いテープ。ああ、なるほどね。水着でもあったけど、これか原因は。ああ、もう手でいく。手でいきます。食べちゃいます。クワガタかカブトムシ。幼虫が入ってます。これ根っこを食べる幼虫なんですけど、これ幼虫。カブトムシって何回？まあカブトムシとか好きな方は見に行ってください。でここから根っこをさばいていきます。で同じ鉢に植え替えますのでそんなに取れないですね。あと根っこが非常に少ないです。イチョウでこの量はちょっとまずいですね。あと元々の土もみじん抜きって言ってまあ赤玉土これを使うんですけれども今3種類の土を用意しています。こういうふうなこういうふうに何層にも分けた土を使ってあとみじん抜きって言って古いフィルターみたいなのを使ってみじんを全て抜いてます。なのでこれはみじん抜きしてない土でいってるから多分水切れが怖くてこういう植え方したんですけどこういうのは虫が入りやすくなるのでここにも起こって虫が。多分植え替えて3年ぐらい経ってんですけど全然根っこないですね。これやっぱり土の赤玉土を使ってるんですけどちょっと土が悪い状態ですね。で本来もうちょっと元気だったら根洗いって言って全部この土を水で洗っちゃいます。根っこを洗って新しい土に全部変えてあげた方が本来はいいですね。それは何？土が硬すぎるの？はい？硬すぎるからいやそうなる。みじんっていうパウダーみたいなのが一瞬混ざってたので水が入るとどんどん柔らかくなって盆栽ってただただ濡れてるだけがいいわけじゃなくてこう水が入ってちゃんと抜けて乾くっていうのが重要になります。いや本来だったらここに弟子置いときたいんですけど弟子まさかの送迎してこない。でここでちょっとこの、空気にさらされた根っこっていうのは固まって、乾燥してこの後使えなくなるのであらかじめ土の中にあるものだけ残していきます。なのでこの土をどこまで取るかっていうのでこの木が将来どうなるのかっていうのを想像しながら出していきます。先生これどこ行ってたんや。じゃあそれちょっと洗ってもらえるか。出張料理人のソーダルワです。でそこももう少し。リングでルアーが鉢洗ったらあれ鉢の真ん中に1個しか水抜けなくなるのでそれを拡張するのとあと3点トライアングルに適当に穴を開けていきます。はい。はい。うわめっちゃめちゃおるな。虫が。いい
土やけど根っこ食われたらたまりませんよ。こんな感じになってます、根っこは。正直 DJ とやるパフォーマンスより大変ですよ。あべそうなんですよ。よっバツバツ切った根っこってまた伸びてくるんですか？はい、伸びてきます。なので実はこの根っこもパイプ状というか途中で枝分かれをしてるんですけど、その枝元を切らないようにしてまずギリギリのところで止めながら切ってますね。もうちょっと上を変えた方がいい。で、竹橋1本あれば植え替えはできますので。その上の土をちゃんと取っておかないと水が入っていかないので。ちょっと枝処理で最後必要なのは白くなった乾燥した根っこを全部切っていきます。取れるの。ああ、完璧です。さっきまで一つ穴だったのをこのダイヤモンドドリルっていうのがあったら簡単に穴を開ける。まあみじんを使いすぎたっていうのもあるんですけど、前の水抜き穴っていうのこれそう1個だけで、しかもちっちゃかったんですよ。なのでこう3つ抜け穴を作ってあげればその分水抜けが良くなるので。これじゃベビーユニットどっちがいいですか？全然準備してない。で今この穴が開いた状態だとこの土全部抜けていってしまうので、トリカルネットっていうこのプラスチックネットを、鉢の内側に敷いて土が漏れないようにしていきます。ちょっと見えないですね。寺尾さん、この針金は何のために通すんですか？何のために通すんですか？あれ僕説明した。あれ知ってる方この木を湯がくため根っこの部分を針金で湯がかないとこれだけ背が高いので風が吹いたりすると鉢の中からポロッと出てきてしまう。で盆栽ってやっぱり室内に
持ち運んで飾ったりとか、このサイズでも全然床の間とかに飾れますので、その時に背が高いから傾けてポロッと出ちゃったってことがないように全部根っこを湯がいたり、転倒防止ですね。で、ここでベビーオイル、これで鉢を拭くと非常に鉢がきれいになる。そのまま運べれるように。で、ここにまず土を入れていきます。最初に入れるのはこの大きい赤玉土。鉢の底はどうしても水が溜まりやすいので、わざと大きめの土を入れてあげる。だいたい1層ぐらい。これは水はけを良くするための土ですね。で、その後少し大きめ、先ほどよりも小さめな土を入れていきます。で、この後この木を植えるので、わざと山盛りに、ちょっとすみません、みじんが飛びますけど、こんな感じで、ちょっとこちらを正面にしますね。端にも正面があるので。さあ、どこを正面にしよう。この陶器でできた鉢っていうのも必ずしも全てまっすぐではないし、どっかに鎌傷だったり釉薬が出が弱いとことかもありますので、これ面白い釉薬ここ出てますね。あとこの足が3本あるんですけど、それを正面にするのか、1本を正面にするのか、2本が見えるところを正面にするのかっていうのでもバランスが変わってきます。なのでこれだけ背が高いものなので、1本足を正面のセンターに置くよりかは2本足が両サイドにあるような、そこを選んだ方が安定感が良くなると思います。で、ちょっと分かりにくいけど、ここの釉薬、瑠璃にしては面白い釉薬みたいなのが出てるので、この辺を正面にしたいです。で、ここからこの木をドンとでグリグリグリと下げていきます。ミスター、もう一回やね。ちょっと土が少なかったんで思った以上に低くなります。で、分かりにくいんで、この木はこっちの方向に向かって伸びていってます。左流れっていう木なんですけど、なのでわざとこっち左側に余白を
この木のセンターから見て余白をちょっと出させてあげます。軸だな。この辺でもうちょっと入れてよっ。せっかく7ビールいっぱいこれ。ここでまた登場するのが竹橋。今実はこれグラグラです。これはこの根っこの下に土が入ってないから動いてる状態です。なのでこの隙間に全てちゃんと土が入るので、この箸を使って突っ込んでいきます。ブスブスブス。ちょっと振った方がいいです。僕の後ろから見てる方は分かりやすいんですけど、ちょっとした角度、向きで太さっていうものが少し変わるんです。今ここの部分がちょっと大きくもっこり出てきてるので、ここをわざと正面から見えるようにした方が木のこの太さっていうものを強調できます。で軸、このトップが、真上に今向かっていってるような状態なので、ちょっと前目に倒してある。そうすることによってよく自然界にある大木を見たときに木が前に倒れてくるような、そういう印象になるかと思うんですけど、わざとそういうふうに前に倒して勢いっていうものをつけてあげます。でもう一つはまっすぐなものっていうのを倒すとその分背が低くなるので、わざとこの、これはまっすぐ立ってる木なんですけど、曲がってる木は前に倒すこの曲っていうんですけど、曲がりが激しくなるんですよ。わざとその人間の視覚もうまく使いながらやっていく。でちょっと横から見ると、この軸が中心よりもちょっと前目にいってるような状態ですね。でここからさらに入れていきます。また箸でプツプツついて動かなくなるまで。でここからが大事なんですけれども、この針金を今度湯がいていきます。皆様のとこから見て分かるかと思うんですけど、一方が長くて一方を短くです。でこの針金を巻く、針金で湯がくっていうのって非常に難しくて、皆さんどうしてもこう針金がこう2本あったらその真ん中で湯がこうとするんですけど、じゃあこう直角ないんですけど、直角角のあるところで湯がいた方がよく効きます。分かりにくいか。長いのと短いのを使ってここで結ぶ。ですいません、回せれないんですけど、ここだけちょっと引っかかりがないので、この竹箸、これいろんなところで使います。この針金で湯がいてもこうずれるようなポイント、あとは根っこがないポイント、土が柔らかいポイントに針金を置いてもすぐに抜けてしまうので、もう竹箸は刺します。でここで縛ってあげる。
これで大体動かないと。でまだちょっとここに隙間があるから。ですよね。ありがとうございます。ナイス反応。でもう一度締め直しをして。で長くなった針金を切ります。でここで細かいこれを入れていきます。まず最後はこの鉢の上側って常に太陽が当たって風にさらされるので一番乾きやすいということでちょっと細かめな土を入れて、この鉢の中の乾きを整えるという作業ですね。でここからできるかわからないんですけど、この鉢の底から引っ張ってる針金ありますよね。で穴と穴の間スパンが非常に長いです。それを少し締めておけば絶対緩むことがない。この作業分かりにくいですけど、でこれなかなか見せることができないんですけど、もうちょっとこの長いの誰か見て説明して長いのを90度にクッと曲げると、緩み取りですね。やばい。これ酔っ払ってすることちゃうはい、でこの後お水をやります。水どこでやるかな。水ちょっとここで水をやるとせっかくのスペースがダメになってしまうので外まで運びます。ちょっと道を上げていただいてよろしいですか。でもたっぷり水あげます。上から後は。お、ごめんなさい。でこの先ほど言ったミジンっていうものが、箸でずっとつっついてたのでどんどん出てきます。で今この鉢の底から出てきてる水茶色いです。もうそろそろ茶色くなってくる。ほら茶色い。この茶色い水が透明になるまでずっと水をかけていきます。全部流してしまう。かけるこれ、はい、水あげて。いくよ、いいよ。あれ、カメラ撮ってるから気をつけてね。もっと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 。カメラマンが欲しそうな絵をつけるな、やっぱり。はい、見てる。あきら木じゃなくて土にね。土、そう。してるね。顔だけちょうど太陽の当たるとこ行くんです。カメラ撮られてるよ、アッキー。モデルモデル。
オッケー、ありがとう。今何色これ？そこ濡れちゃう濡れちゃう。もうええわ。はい、これで植え替えの終了です。なんかこう盆栽を知ってもらうっていう意味で、こういう風に今盆栽屋さんはこの春の時期を迎えて、この植え替えっていう作業を、まあちっちゃいもので1日100本だとか、こういう大きいもので1日10本から15本とか植え替えをしております。まあこういうものを、まあ、1年に1回、2年に1回、3年に1回で、古いものでは5年に1回、まあ、10年に1回っていうものもあるんですけど、やっぱり1000年ぐらい経ってるものっていうのは1日かけてこの作業をやります。それは根っこをこっちに持ってこようだとか、あとはちゃんとこう、まあ、手術のようなものですので時間をかけてやるっていうことを職人がやって、これは今70年まで来ているという、はい、まあそういうことを分かっていただけたらよかったかなと思います。ありがとうございます。La démonstration est finie, j'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup aimé participer à cet événement et je vous encourage à venir visiter le Seishohen. Encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.